是余震造成。余震の関係で、もともとはなかった。この間ここ結構通ってるよね、来た時。この間までは通れた道なんですね。そう、みんなでこの間休憩する時にそこにあるタピオカ屋さんでみんなでジュースを買って、余震ってことですかね。でこの間の、チキン。これはチキン。ありがとう。ありがとう。Thank you. Thank you. Thank you so much. 谢谢谢谢。那我们谢谢。連絡します。好，谢谢谢谢谢。謝。拜拜。2011年の地震で家とか全部流されました。でその後に台湾の人たちの寄付で私の町に大きな病院が建ちました。我们台湾一そうって言いたい。なんか次はね、僕たちの番だと思ってるから。然后所以这次他们也真的谢谢。4月下旬、支援チームに同行したカメラマンが台湾花蓮市の現在の様子を捉えました。あ、ここだったの？拆掉了。これ？在这里。对呀。你们可以下来拍。ここが象徴的だった倒壊家屋のあった場所。はすごいね。本当に何にもなくなった。大きく傾いた9階建てのマンションは発災2週間後には解体を終え、現在市内ではその他の建物の解体作業が急ピッチで進められています。普通の集合住宅だって聞いているので、レンとか洋服とかがなんかそれがこうガサーッと落とされて片付けられてるのを見るのはちょっとなんだろうか複雑な気持ち。もう避難所も1週間以内になくなってるっていうのを聞くと、みんなどうやって暮らしてるんだろうとか、普段仕事もしながら、そう日常を送るっていうところをどうやってるんだろうなっていうのがちょっと見えにくいなっていうのはやっぱり思いますよね。被災者の声を聞くため訪れたのは支援物資の配布所です。現在私がいるのは花蓮県にある、支援物資の集積倉庫のようなところです。地元のですね企業であったり、ほとんど企業なんですけどが支援物資などを届けて、ここに一度集積させて、でそこに避難者の方が来て受け取っていく、そういったような、物資受け取り所みたいな感じになっています。What's the most popular item right now in this phase? Rice and oil. For like Diaper, because diaper very expensive. Daily use can save their money. Correct. So actually, this three part is very popular. なんかイエローのところは赤になったりして、そうだね。また被災者が増えて、またピークで被災者が増えてきているから。The market price. まず赤い札が貼られてる人たちと転々として住居を回ってたりするところから、ある一定期間ちゃんと住める場所が見つかって、食料でも大掛かりなものを持ち出しているっていうふうに聞いてますし、であと数日前のまた大きな地震で建物の損壊がひどくなった人などが今になってやっぱり物資が必要ってことで第2波じゃないんですけど、またそのニーズの波が変わってきているように思います。なんですかね、必要なものが多様化してるんですよね。全員が一律にこれが必要ってわけじゃなくて、この人は今こういう状態だからこういうものが必要ですとか、何か物を実際に持ってって配るっていうよりも、皆さんどうぞ必要なものを選んでくださいっていうようなタイプの支援の方が、実は今のタイミングではいいのかなっていうような印象ですね。情報収集と並行してチームはある支援に向け動いています。私たちは17、彼にちゃんと結構外壁ひび入ってる感じですね。でも黄色なんですよ。黄色、赤ではない。赤ではない。じゃあまだ人が住んでるんですね、中に。住めるという状態だけど、先日来て住人の人に聞いたら、結構もう住んでいないっていうお話でした。余震もあって、はい、壁これががどうやって治っていくのかな。壁とかね、
こういう状態になってたくさんの避難者の方々は今も近隣の建物、例えばこうお寺さんとかがやっているような宿舎であったり、あるいは親族のお家、ご友人を頼っているなどしてこうそれぞれ避難生活を送っているような状態なんですけれども、今ピースウィンズはですね、この建物の前で、そういった避難されている方々のためにお弁当の支援をしています。しかしただの食事支援ではないとスタッフは繰り返し語ります。これはチキン。これはなんだろう。これもチキンかな。タロコの結局お店を今これお願いしてるわけですよね。お弁当業者さんはみんなお客さんいなくなっちゃったから、なるべく皆さんのビジネスがちょっとでも潤うっていうほどじゃないかもしれないけど潤うようにみたいな感じで、お食事が提供されるっていうことは大事だと思うんですけれども、地元の人にそのお食事を作っていただいて、そこに対して私たちがお支払いするっていうこと自体もウィンウィンの支援の片っぽになるんじゃないかなと思っています。ありがとう。実際にこの日お願いしていたお弁当屋さんも地震による土砂崩れに店舗が巻き込まれ、ようやく別の場所で再スタートを切ったばかりの小さなお店です。本当だ。うわ、車。对，都是我们的车。那个土，因为我们是太鲁阁里面全部都没有失业，直接失业。この家は全員失業って感じです。对对对，就很感谢你们帮助啊，就是互相这样帮助，然后我们就很开心。对。对对。そうとても今メニュー開発してるそうなんで。このお弁当のために。そう。そうなんだ。シェシェ、Thank you so much. Thank you. なんだろう、必要性がもうなくなったっていう感じでは決してないんですけれども、この先もずっと続けなきゃいけないっていうような感じでもなかったかなと思ったんですよ。いつまでも支援をすることが必ずしも善じゃないってことなんですね。そうですね。例えば東日本とか能登みたいに面として地域がダメになっていつまでも商品買えませんっていう状況ではないと思いますので、政府の支援なんかもどんどん具体的に見えてきて、組合の人たちの話し合いがあるっていうことなので、そのタイミングでお出しするとかっていうタイミングも一つなのかな。顔合わせたりとかしてご飯ちょっと食べながら近況報告してとか、明日明後日県政府とかそういったところとの確認作業をしてみて、どこの隙間が私たちにとって助けられる場所なのか隙間なのかっていうところの見極めがもうちょっとできるかなと思います。寄り添える支援を台湾のためにこれからも。最後までご覧いただきありがとうございました。皆さんの応援が力になります。チャンネル登録よろしくお願いします。